お肉顆粒の片柳遥と申します。ローストビーフちらしの作り方を紹介したいと思います。フライパン一つでローストビーフをまず簡単に仕上げるということと、見た目も鮮やかにいろんな食材を使いながらですね、ちらしに仕上げていくところがポイントです。では今日干し椎茸を使ってですね、甘辛く炊いていきたいと思います。干し椎茸3枚を、ぬるま湯につけたもの、5時間ぐらいですね、これつけてあります。で、これ椎茸をですね、まずお鍋に入れていただいて、で、煮汁もね、使っていきます。戻した汁と、同じぐらいの分量のお酒ですね。はい。お醤油はたまり醤油です。お砂糖です。みりんが入ります。で、これを火にかけていきます。まずですね、甘辛に炊いた椎茸ですね。で、これもたっぷり僕入れるのが美味しいと思ってますので、ちょっと今日多めに入れていきたいと思います。しかも小さめではなくて、気持ちね、ちょっと大きめの方が僕好きです。5ミリ角ぐらいですかね。5ミリ角ぐらいの大きさで。きゅうりも天と地を落としてから、まず縦半分です。で、中の種の部分に水分多く入ってますので、こちらの種をスプーンなんかでね、取っていただくと、水っぽくならずに美味しく食べれると思います。種を取り除いたら、椎茸と大きさが合うぐらいの大きさですね。切り揃えていきます。大葉も今日たっぷり入れたいと思います。下の軸の部分だけ落としていただいて、丸めてですね、細かく。これで食材がね、出揃いました。あとは錦糸卵。こんな感じです。では、ローストビーフちらしのまずローストビーフを作っていきたいと思います。スーパーなんかで売ってるローストビーフ用のお肉です。赤身のお肉がよろしいかと思います。今日はこれでだいたい 200g ぐらいありますね。で、ポイントとしては、今日はまずフライパンだけで、作っていきたいと思います。まず焼く前にですね、室温に、出して、十分ですね、お肉の温度を上げておくことがまずポイントになります。30分ぐらいですかね、冷蔵庫から出していただいて。で、お肉を焼く前に、お肉にですね、お塩ですね、軽くつけていきます。後でね、少し濃い割り下なんかと味入れていきますので、ここはもう軽めのお塩で大丈夫です。で、フライパンですが、鉄なんかのフライパンですと油を薄く引いた方がよろしいかと思いますけれども、今日はテフロンのフライパンなので、油もなしでいいと思います。変にね、油あんまり使わない方がね、さっぱり仕上がりますので。で、火加減は中火で焼いてみてください。今日はですね、2回に分けて焼いていきます。で、1回目はですね、そうですね、表面をこう、焼き色つけるぐらいのイメージ。で、火もずっと強火でやってしまうと、こう表面だけ焦げて中がこう冷たいままですとか、火が入らないことがありますので、中火ぐらいがこれはね、よろしいかなと思います。はい、これで、4面ですね、綺麗な焼き色がつきましたら、火を止めて、アルミホイルを用意します。で、お肉をこう、くるんでですね、ちょっと休ませます。で、休ませるのもあったかいところで休ませたいので、このままね、フライパンの上で、ちょっとこんな感じで、休ませてください。15分ぐらいが目安ですかね。はい。
はい。では、寿司酢を作っていきます。お鍋にですね、分量の、まずお酢ですね。お塩入れます。お砂糖です。で、火をつけていただいて、沸くまでですね、混ぜながら。はい、沸いてきたらですね、少し火を弱くしてですね、お酢とお砂糖とお塩なじむように、軽くこう混ぜて。で、アルミホイルですね、15分間休ませました。もう中がもういい感じで今、ぬくくなってると思います。で、これをですね、再びこのフライパンで、今日はすき焼きのタレと一緒にですね、もう照り焼きにするイメージで、さらに味を入れながら、もう一度火を入れていきたいと思います。で、すき焼きのね、タレがなかった場合は、ご家庭に例えば焼肉のタレなんかがあれば、そちらでこう代用していただいてもよろしいかと思います。すき焼きのタレをですね、様子見ながら何回か入れていくイメージですね。こう肉の表面をこうキャラメリゼというか、こんがりというか、パリッとというか、火加減はちょっとこう自分でこう調節できるぐらいの火加減にしてください。あまりずっと強火でやってしまうと、こうどんどんフライパンも焦げていってしまいますし、コントロール効かなくなってしまいますので、こうふつふつと沸いてるような感じで、そこでこう煮絡めるようなイメージで、できるぐらいの火加減でやってみてください。こう砂糖とお醤油の層がこうちょっとずつお肉の周りに増えていくようなイメージで、お味を入れていくのがポイントですね。で、だんだんお肉にも照りが出てきてですね、これ美味しそうな色になった時がこう仕上がりのタイミングだと思ってもらえればね、いいと思います。こんな感じで。では、シャリを合わせていきます。先ほどのですね、寿司酢ですね。入れていきます。もうボウルはステンレスのボウルで十分ですからね。で、お肉を切っていきます。薄切りですね。薄切りに切っていきます。で、この切り始めとこれ、おいおいどうすんだよと。捨てちゃうのかと。いうことになると思うんですけれども、今日はこれも、先ほどの椎茸とかとね、同じような大きさで切ってですね、これもシャリの中にね、入れていきたいと思います。では、シャリに椎茸入れます。先ほどのきゅうりですね。大葉です。で、細かく切った方のお肉も全部入れちゃいます。そこにごまをたっぷり。はい。もうシャリと具材が半々ぐらいのね、イメージがね、美味しいと思いますね。お皿にですね、盛り付けていきます。錦糸卵をたっぷりのせます。をのせて、真ん中にですね、最後に卵の黄身ですね、落とします。はい。では最後にですね、あればでいいんですが、木の芽を散らしていきます。こちらで完成です。